こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はマダムのフューチャークラシックをお届けしようと思います。今回ご紹介させていただくお車はこちらのモデルコード E30、 1987年式 BMW320i クーペ SV となります。この E30 シリーズは80年代半ば、当時アメリカでヤッピーと呼ばれた若手エリート層を中心にブームの火がつき、日本でもバブル景気の最中、私のような世代ですと大変慣れ親しんだネオクラシックの一台と言えますよね。しかも今回取材させていただくこのクーペ SV というモデル、 SV の正式名称はスポーツバージョンと呼ぶそうなのですが、 BMW フリークの皆さんでもあまり聞き覚えのない名称ではないでしょうか。それもそのはず、このモデルは当時 BMW ジャパンが飛躍的な発展を遂げる原動力となった E30 の中でわずかながら正規輸入された希少な一台なんです。しかもそれだけではありません。このクーペ SV、 全てが謎に包まれた本当にミステリアスな車だったんです。それでは E30 シリーズのモデル解説とクーペ SV の謎に迫れ、スタートです。老舗ブランドの自動車メーカーには、その会社を飛躍的に発展させたエポックメイキングな車が存在します。例えばフォルクスワーゲンはビートルで大成功を収め、フォードもモデル T で飛躍的なスタートを切ることができました。そして BMW のサクセスストーリーを担ったのが今回ご紹介する E303 シリーズになります。 E303 シリーズの開発は第1世代にあたる E21 の後継モデルとして1976年7月に開始されました。それは先代モデルの開発コンセプトであるニュークラスをさらに発展させたもので、コンパクトなデザインや高い質感はそのまま、あまり好評とは言えなかった運動性能の改善、よりハイパフォーマンスに耐えうるシャシー設計などが挙げられます。クラウス・ルーテ率いるデザインチームは大幅に近代化され、合理化され、よりダイナミックなデザインになったにもかかわらず、先代モデルとデザインとの決別を避けるために多大な努力を払いました。そのポイントは全長がわずかに短く、ホイールベースと車高が同じであるにもかかわらず、車をよりフラットで伸びのあるように見せることでした。その結果、先代モデルに比べ空気抵抗係数 CD 値は 15% 向上し、車体フロアの最適化などでリフトフォース CL 値は 38% も大幅に削減されました。また先代モデルで批判されていたオーバーステアを軽減するため、完全に再設計されたフロントアクスルなどキープコンセプトのスタイリングながら中身は全く別の車へと変貌を遂げることになります。なおこの開発にはコンピュータ支援設計 CAD、 衝突テスト、風洞テストなど BMW 初となる設計プロセスが導入されたこともトピックとして挙げられます。こうして1978年最終設計が取締役会にて承認され、開発開始から6年の歳月を経た1982年、フランクフルトモーターショーでデビューを果たします。それではエンジンについて解説します。この E30 シリーズには4気筒 1.6 リッターから6気筒 3.2 リッター、そして BMW 初となるディーゼルエンジンなど様々なバリエーションが展開されていました。4気筒 M10 型エンジンは基本設計が1960年代に遡りますが、堅牢でスムースな回転で知られ、長らく BMW のエンジンバリエーションの中核を担ってきました。また BMW は F1 参戦にあたり、この M10 型をベースに開発を進め、このエンジンを採用したブラバムのネルソン・ピケが1983年の F1 シリーズチャンピオンに輝いています。そしてシルキー6の代名詞で名高い M20 型エンジン、この6気筒 SOHC エンジンはあの有名なメッサーシュミットの弟子として知られ、 BMW のオフロードレーサーとして採用された異色の経歴を持つ
アレクサンダー・フォン・ファルケンハウゼンによって設計されました。その後イング博士の下で改良が重ねられ市販化されましたが、まさに BMW6 気筒エンジンのアイコンとも言われる傑作エンジンがこの M20 型エンジンです。そしてモデルバリエーションなのですが、セダン、クーペは言うに及ばず、コンバーチブル、ツーリング、ロードスターなど、まさに顧客が望む全てのボディ形状が用意されました。公式の工場生産リストだけでも E30 のバリエーションだけで23ページで構成され、ドイツ連邦自動車交通局でも40以上のタイプコード番号がリストされています。最後にこの E30 シリーズを名実ともに不動の地位に押し上げた M3 を紹介します。 BMW は当初から公道での純粋なドライビングプレジャーだけでなく、モータースポーツでの成功も目指していました。そのためにはツーリングカー選手権のグループ A 規定である5000台のホモロゲーションモデルを販売しなければなりませんでした。そこで開発されたのが M3 です。 M10 型エンジンはツインカム化され、徹底的にチューニングされました。最高出力の200馬力はターボチャージャーやコンプレッサーなしでこれを達成し、このパフォーマンスデータは現代でもベンチマークになっています。いかがでしたでしょうか。駆け足ではございましたが、 E30 シリーズの概略を説明させていただきました。デザインはあの悲劇の天才デザイナーで知られるクラウス・ルーテ、いまだ BMW のデザインアイコンとして受け継がれるツインヘッドライトもこのシリーズが最初です。そして総生産台数は234万台、まさに BMW のエポックメイキングな一台と言えますよね。それではこのクーペ SV のミステリアスな部分の謎を解明していこうと思います。この車の分かっていること、それはわずかにインポートされた中の1台であり、グレードは SV ということだけです。私も好奇心と探求心が旺盛なものですから、どうしてもこのクーペ SV 君の素性を知りたくなり、思いつく限り調べてみましたが、どこにも痕跡すら見当たりません。本国のドイツ、そしてフランスやイギリスなどヨーロッパ仕様にも SV というモデルは存在しませんし、プレミアムカーで一番のお得意先である北米マーケットではそもそも320という2リッターモデルは導入されていません。それでは日本向けのジャパンオリジナルなのか、それも考えにくいですよね。おそらく輸入されたのは数十台かもしれませんが、そのためにわざわざ特別モデルを仕立てるということは無理な話だと思います。まあこうして探偵ごっこはあっという間に行き詰まったかと思われたのですが、取材に同行していた主人がぽつりと一言、ひょっとしてバージョン S じゃね？
その前にまずはバージョン S とは何ぞやということですが、これは元祖 M テクニックとして位置づけられたモデルであり、ドイツの BMW フリークの間では比較的ポピュラーなモデルとして知られているそうです。しかしその反面、そのオリジナルモデルを見た人はほとんどいないと言われ、まさに幻のモデルと言われているそうです。それはなぜかと申しますと、バージョン S の販売期間は驚くべきことに1985年10月から数週間と非常に短期間で予告なく打ち切られ、わずか85台の販売をもって終了したそうです。このことからもメガレアの E30 と言われ、コンディションの良いものがあれば間違いなくミュージアムレベルであると言われています。日本どころかドイツのバージョン S もミステリアスな車だったんですね。しかし幸いなことにバージョン S にはセールスパンフレットをはじめ、その使用書も存在しており、ノーマルのクーペからアップグレードした箇所が明確に分かっています。それはエンジンや M テックのスポーツサスペンション、前後の控えめなスポイラーなどを含め11箇所にわたっているのですが、もちろん全てを照らし合わせたのは言うまでもありません。それでは対比した結果を述べさせていただきますと、サスペンションを含め11箇所中10箇所全く同一であると言っても過言ではないと思います。もちろん限られた情報なので詳しいスペックまでは分かりませんが、おそらく2台を並べたら双子のようにドイツ車両と錯覚してしまうぐらい似ています。生産期間は1年ほど違いますが、 SV は紛れもなくバージョン S の DNA を受け継いでいることに疑う余地はないと思います。しかもこのサイドにあるグレーとシルバーのストライプ、これはバージョン S を位置づける大きな要素なのですが、これは当時から非常に厳しく管理され、注文の際ビンコードに照らし合わせ車を確認した上で再注文を可能にしたそうです。はい、以上で簡単ではございますが、名車 BMW E30 の解説と超レアなスクーペスポーツバージョンのミステリアスな側面に迫ってみました。バージョン S の85台にも驚かされましたが、それに負けず劣らずミステリアスなこのスポーツバージョン、一体どのようなストーリーがあったのか見当もつきませんが、もし心当たりのある方がおられましたら、ぜひコメントやメッセージでお知らせください。それでは長らくご視聴くださりありがとうございました。動画制作の励みになりますので、グッドボタンとチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。そしてコメントもお待ちしておりますね。それではまたお会いしましょう。さようなら。